こんばんは、はるけです。今回は E クラブワールドカップで使われていた選手たちを紹介していきたいなと思います。先日ですね、行われていた 2ON の、世界大会になります。多分昨日ですかね、準決勝とか決勝とかが行われていた非常にタイムリーな、大会になるんですけれども、今回もその世界大会で使われていた選手たちに紹介をしていければなと思います。現環境のメタ選手たちっていうのが、わかるものになるんじゃないかなというふうには思います。で、それでは、早速紹介をしていきたいなと思います。こちらが E クラブワールドカップで使われていた選手たちになります。自分が見た中でですね、平均を取って、この選手たちが多かったかなと。特にこの11名、っていうのは非常に多くてですね、キーパーはクルトワ、ですね。キーパー TOTY かなのクルトワになってます。多分レアル勢っていう風な、ことで、入れてる方が多かったかなと、思います。で、そして、右サイドバックがハキミ、そしてセンターバックミリトン、そして、センターバックに多分おそらく変更を、しているデヨング、そして左サイドバックカマビンガと、このディフェンスラインに、なっていて、後で紹介しますけれども、デヨングはおそらくポジションをされる、ことが多かったと、思います。で、右サイドバックは大体ハキミかなが多かった、かなというふうに思います。で、ミリトンも、結構多かったなという風に感じます。で、シェイプシューターズ2人ですね。がここで新しく、今回の大会で、採用をされたという風なこと。特にカマビンガに関しては結構多かったですね。無料で取れる選手で世界大会に出てくるっていうのはちょっと珍しいんですけれども、それだけ強い選手なんじゃないかなという風に思いますね。CM とかで使われていた試合もありましたね。で、そして、中盤右がですね、アンリ、シェイプシューターズアイコンのアンリ、そして、中盤2枚が、ファンダイク、シェイプシューターズのファンダイク、そして TOTY のフリットと、そして左がシェイプシューターズアイコンのペレという風な形になってます。アンリも非常に多かった、新しく、採用された選手かなという風には思うんですけれども、やはり5-5でという風なところで、結構、中央というよりかはサイドで使われていることが多かったかなっていう風には思います。非常に強力な前線の選手の一人、かなという風に感じましたね。世界大会を見てても。で、そして中盤2枚のオランダ、コンビですね。ファンダイクとフリット。ファンダイクに関してはセンターバックで、こういう風な形で、デヨングと入れ替えたりとか、あとは5バック、とかで、3バックの一角とかを務めていることが多かったですね。中盤で使われていることっていうのはほぼなかったかなっていう、風には思うんで、大体やっぱりこの人の最適はセンターバックなんだろうなという風に感じます。で、そしてフリットも、普通に、いました。結構、やっぱり安定の、選手でですね、やっぱり能力以上の強さが、あったりとか、理不尽さがある、そんな中盤の選手になりますね。で、そして、シェフダーズペレ。この選手もですね、ペレが登場をした時の世界大会から、今回も変わらずいたと。いう風なことになります。安定に強いですね。やっぱり5-5になったペレ、かつ能力も凄まじいんで、ほぼほぼの、チームはペレを使っていたなという風に感じます。で、そして2トップ、R9、そして、バペ。この2人が非常に、今回も多かったなと、思います。R9 に関しては、安定というか、ここも安定ですよね。今年も、安定の ST で最強の、ストライカーになります。で、バペも、非常に多くてですね、やっぱり強い。で、理不尽なスピードと、ドリブルの軽さと、シュートのうまさも兼ね備えているということで、最強クラスに、引き続きなります。で、R9 とかフリットは、ちょっと欠けてた。これまでよりは。これまで100%、本当に100%レベルだったんですけど、9割、8割とかぐらいまで減って、本当に100% はバペとペレ。この2人は、どのチーム見てもいましたね。やっぱそれだけ非常に、やっぱ特にここ、100%。
でしたね。で、ちょっとやっぱりシェイプシフターズとかが出てきたことによって、まあ R9 とか、フリットとかが、まあ落ちたのかなっていう風に思います。まあでもほぼです。でもほぼです。まあこれがおそらく平均を取るとですけど、まあ使われていた11名なのかな、っていう風には思います。で、そしてついで使われていた選手たち、今回はですね、非常に多くなります。いろんなチームが、ちょっとこういろんな組み合わせの中で、本当にいろんな選手を使っていた大会になってるので、ちょっと今回は多く、紹介をしたいなと思うんですけれども、キーパーはサールですね。これまで世界大会で、まあ、使用率 100%、だったサールは、今回はちょっとクルトワの方が多かったかなと、いうふうに思います。まあでも、クルトワとセルぐらいか、ぐらいで、まあ全然サールを使っていたチームもいたというふうなところですね。で、そして LB としてはテオ。まあ、テオをスタメンで使ってる方ももちろんおられましたけど、カワビンガとかほどではなかったなと。いう風に感じます。で、そしてデリフトですね。まあデリフトも全然まあミリトンと変わったりとか、まあ3センターバックの一角としてデリフトを使ってるっていう方もおられたんで、全然デリフトもまあ強い、選手になりますね。で、そして新しくクロスターマンを入れてる方もおられましたね。まあクロスターマン LB でっていう風な、感じで、ウイングバックとして使われていた、チームもいましたし、3センターバックの一角として使っていた、チームもいました。で、あとはですね、まあ、ムシアラですね、ムシアラ。まあ、ムシアラも結構多くてですね、3CM の一角だったりとか、まあ、サイドを務めたりとか、っていうことが、まあ、あった、選手になります。普通にやっぱ自分も使って強い選手なんで、非常に、まあ、いろんなことをこなせる、スキル5の軽い選手にはなるんで、まあ、おすすめかなと思います。で、あとはまあ、ジダンですね。トロフィータイタンのジアンだったりとかも、普通にいましたし、まあ、全然、スタメンレベルの選手なんですけどね、普通に考えたら。まあ、ですけど、やっぱり他の選手たちもめっちゃ強いんで、まあ、ちょっと落ちた。でも、この選手も、まあ、ウイングバックだったりとか、あとは 3CM の一角だったりとかを任せられていた、試合はありましたね。で、そしてベリンガムです。まあ、ベリンガムとかも結構ね、減ったと思います。それこそフリットとか R9 以上にちょっとこの大会はですね、ベリンガムあまり見ることは、なかったですね。多分半分も見てないんじゃないかなっていう風に思います。それだけベリンガムの使用率っていうのはこの大会では少し落ちた、という風な結果になりますね。まあでも全然いたという風な感じになりますし、多分ベンチにはみんな入れてるんじゃないかなっていう風に思うんで、まあでもちょっとこうスタメンからは外れてしまったかなっていう風な感じですね。で、あとはまあネイマ。ネイマー、まあスタメンで使ってる方もおられましたし、非常にやっぱりこの選手は強いですね。もう本当に、もう理不尽さがね、かなりある選手になるんで、この人も、まあ、ついで、使われていたということになります。で、あとはチェフですね。まあ、皆さんも作られてるとは思うんですけれども、まあ、若干、チェフを使っているチームもいました。で、チェフにロングボール当てて、そっから落として、まあ、シュートを決めるっていうシーンもあったんで、その中でやっぱ高さっていう風な部分でもちょっと脅威になってた、選手にはなります。チェフはね、若干いました。若干。で、ブルーノですね。ブルーノはね、スタメンで入れてる人もいました。チームもいましたし、あとは多分、ベンチにみんないます。結構ね、途中交代でね、出してくる、人がいて、出してくるチームがいたんで、やっぱりこの選手は結構欠かせないのかなっていうふうに思います。まあ前線をやるっていうことも、ありましたし、まあ一番多かったのは多分 3CM の一角かな。結構パス出したりしてたんで、中盤から。なんでその中で中盤の交代枠としてブルーノを使っているチームっていうのは非常に多かったかなというふうに思います。で、あとはまあロナウジーニョですね。まあロナウジーニョもね、結構いました。普通にいましたけれども、やっぱりこう使用率 100% とかまではいかなかったかな、っていうふうに思うんですけれども、まあこの人も非常にやっぱ理不尽な、選手にはなるんで、最強なんですよ、もう。で、かつかっこいいですよね、やっぱり。かっこよさっていうのがあるし、強いしっていうところで、全然まあスタメンで使ってる、チームもいました。けれども、まあ若干はちょっと落ちたかなっていうふうな感じです。で、新しく、ポグバですね。シェイプシンサーとポグバ。まあ、ポグバもね、結構いました。結構使ってるチームが多くて、
まあ、ポグバは、3CM の一角だとか、あとは結構ウィングバックで使ってる方が多かったかな。そういうチームが多かったと思います。それこそポグバを入れるためには多分ジダンも入れないといけないとか、フランスとかのケミの部分でっていう感じだと思うんで、結構ね、ジダンとポグバは共存していたチームが多かったんじゃないかなと思います。またポグバもやっぱりベンチにはいるんかな。結構ウィングバックで交代枠として入ってくることが多かったので、ポグバもやはり新しい選手として、シェイプシフターズの目玉の選手になるんで、やはりこう強い選手であることには間違いないなというふうに感じますね。で、あとはまだ、今回はこれ以外にもいるので紹介をしたいと思います。他にはですね、LB でいくとカプデビラ、ファンタジーフットのカプを使われていたチームもいました。で、この選手は、まあ、ウィングバックで使われていたというより、3センターバックの一角、LCB とかで使われていることが多かったかな、っていう風に思います。まあ、カプも結構使用率 100% レベル、今作だったらね、何回か世界大会で使われていたんですけれども、まあ、ちょっと落ちたかなっていう風なところですけど、使われていたチームはいたというような感じです。で、あとはザハですね。ザハも結構、まあみんなね、ザハ使ってる人多いと思うんですけど、世界大会で、何度か見ました。まあスタメンで使ってるっていう方もおられましたし、あとはまあスパサブ。まあこの人もウィングバックの、スパサブとして使われていた、こともあったんで、まあ非常にやっぱり強い選手なのかな。ちょっとこう、シェイプシフターズになって、まあ化けたというか、選手にはなるんじゃないかなと、思います。で、あとはまあミリンコビッサビッチ。この人ね、スタメンで使われてるというよりかは、まあ、ベンチから出てくることが多かったと思います。まあ、非常にやっぱり、まあ、みんなもね、感じてる通り強い選手になるので、まあ、世界大会で、ちょっと使われていた、そんな選手になります。で、あとはジョアン・フェリックス。フェリックスも使われてましたね。でも、スタメンでっていうのを、この選手あんまり見なかったかな、っていう風には思うんですけれども、やっぱりね、CM なんで、基本的には要はフリットとか、ファンダイクとかそこら辺を超えていかないといけないんで、ちょっとまあ厳しかったりは、するんですけど、まあ 3CM の一角だったりとかで使われていたチームはいたんで、まあ決して弱い選手ではないという風なことですね。で、あとはまあロリス。ロリスも若干いました。フェリックスと同じぐらいかな、若干いて、まあこの人も 3CM の一角だったりとか、ちょっとこう守備的な選手として使われているチームはいました。まあこの人もシェイプシフターズで来て、まあキーパーからね、CM にポジションチェンジをしたんですけど、結構強くなって出てきたなという風に感じます。まあロリスがね、世界大会に出るっていうなんてことは、まあ過去作でもあんまりなかったと思うんで、まあちょっとやっぱりシェイプシフターズっていうのはすごいなという風に思いますね。で、あとはまあ TOTS のエンクンク。この人もね、結構ね、これまでの世界大会では使われていた、存在の選手なんですけれども、まあ若干減りましたね。でも結構この人も中盤の交代枠の選手として、あとはまあスタメンで1、2試合、3試合かぐらい見たかなっていう、ぐらいなんで、全然、まあもうエンクンク見なくなったっていうほどではなかったなというふうに思います。で、あとはソクラテスですね。ソクラテスも、まあ、引き続き、全然こう、世界大会で使われていってた、そんな選手になります。まあ、スタメンで使ってた方も、おられました。チームもおられましたし、この人もね、結構中盤の交代枠として、出てくることは多かったかなっていう風には思いますね。それこそ、まあ、フリットがいなくてソクラテスとか、っていう人もいたんで、で、ソクラテスとデヨングとみたいな、ツーボラみたいな、こともあったんで、基本的には全然ソクラテスも弱い選手ではなくて、まあ前回のね、世界大会の、使用選手でも紹介した通りですけど、引き続きソクラテスも今回の大会では、使われていたということになります。で、あとはまあシェイプシフターズのデンベレですね。デンベレ。デンベレね、結構強いんですけど、この人もやっぱり要は CM を争わないといけない部分なんで、結構スパサブとして使われていたチームは多かったかなというふうに思います。それこそ決勝かな戦ったチーム、とかはデンベレを使われてたので、
まあその中でデンベレも非常に強い選手であることはもう間違いないですね。もう明らかに強いですね。明らかに強い、選手で、まあスタメンもちょっとありきで、スパサブで使われていることの方がまあ多かったかな、っていうふうには思います。で、そしてですね。まあも、全然いました。まあ全然ってほどでもないな。2、3割ぐらいかな。まあついで使われている選手たちなんで、めっちゃいるってことではないんですけど、普通に使われている試合はありました。全然ありました。僕は見たんで。まあ、サイドとかで使われていたり、やっぱり5-5っていうのはね、でかいなって前線で思いますし、非常に能力もね、高くなったんで、まあ、使われていてもおかしくはないかなというふうに、思いますね。で、あとはまあ、ラッシュですね。まあ、ラッシュも、世界大会、決勝ですかね。決勝で、デンベレを使ってるチームとは逆のチームでラッシュスタメンで使ってたので、全然この人もスタメン級の、選手ではあると、思います。ですけど、そのチーム以外はそんなには見なかったので、ついで使われていた選手として、紹介を、します。まあっていう感じで、これが世界大会で使われていた選手たちの紹介になります。やはり改めてですね、シェイプシフターズというイベントがですね、どれだけちょっとこれまでの環境から一変させたのかということがね、わかる、ものになったんじゃないかなと思います。まあ本当に世界大会でもですね、シェイプシフターズの選手がね、全然普通にいるみたいな状況に、なってるので、まあちょっと、すごいイベントだったんだなというふうに、まあ改めてね、感じます。メタ選手がちょっと変わったなというふうに思います。もうジノラとかだって1試合も見なかったんですから、まあもしかしたらね、ベンチからいたかもしれないですけど、もう本当に見なくなってしまったので、やっぱりそういうシェイプシードっていうのはちょっとバグっていたイベントなんだなと、改めて感じましたね。まあ少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。